今回は北欧スウェーデンで今年購入した築43年の一軒家を丸ごとハウスツアー。リノベして新しい家具も手に入れたマイホームの全貌に、ヨハンの口から飛び出す今後のリノベ計画まで内容盛りだくさんです。ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで始まりました。今回はとうとう家具も揃えた我が家を初お披露目ということで、玄関の外からスタートです。はいよー、どうぞ。大型犬2匹が必ずお出迎えしてくれるこちらの玄関は、段差がなくそのまま家につながるタイプなので、砂などを持ち込まないようにカーペットを敷いています。そして最近とても寒くなってきて、散歩に行くために犬も人間もたくさん着込むようになったので、このベンチが大活躍です。じゃあリビングね。リビングはこちらです。玄関からすぐ右に行くとリビング。この家には一切廊下がないので、1階のリビングが全ての部屋とつながっている作りになっています。前々回とかの動画でお見せしたペインティングがこれぐらいのサイズ感であります。壁がエンプティなんですけど、これからどんどんアートとか増やしていきたいなと思っているところです。ここでよく VR をしてこうやっていろいろ動き回ったりしたり、あと犬と結構遊んで、なんか家の中でボール投げたり、こう激しく遊んだりしていますね。えブライアンね。でこのベッドには本当にたくさん犬のおもちゃがあるんですけど、ブライアンの一番のお気に入りは1代目のボーイフレンドくんと2代目のボーイフレンドくんが一番のお気に入りで、掃除機ルンバもう大活躍。もう毎日ルンバにお世話になっていて、結構珍しがられるんですが、エアコンがあります。うちはセントラルヒーティングシステムじゃなくって、全部オール電化でここから熱が来ています。なのでずっと24時間つけっぱなしで、一応ここに犬の家家と呼ばれるものがあって、この中で骨食べたり隠したいものが結構この中に入っていたりするので、これもね、もらったやつも頭しかなくなって、しかも皮しかなくてみたいな。はい、日本のおもちゃも大好きです。後ろ側がディスプレイされた棚です。ということで、この棚の後ろをご紹介します。このお部屋は入居日から問題があった予約付きのお部屋でしたが、ヨハンが夏にリノベーションをしてくれて、高さが調節できる机も組み立ててくれたので、完成したのがこちら。初めて多分紹介するんですが、こちらで私はいつも動画の編集をしたりしています。座って仕事をすることもあるんですが、基本的には立って仕事をしています。で、こっち側、後ろ側がヨハンが貼ってくれた壁紙です。なんかちょっと北欧っぽい、ちょっと淡い感じもしつつ、すごく気に入っています。白い花が可愛いなと思っています。そう、なんかね、カーテンがあるんですが、ナレーション入れるときに声が響いちゃうので、布でこういうガラス部分とかを覆ったりして、ナレーションをここで入れるようにしています。なのでこことかね、これとかね、手作りの吸音材です。見た目はあんまり良くないんですが、こうやって白い布とかにかぶせることで、できるだけこう明るめな色は残しつつ、ちゃんと機能的に吸音してくれるっていう感じにしています。今私の部屋のこの次の部屋に行きたいと思います。ブライアン、いつもブライアンとジェンマはこの端っこで、そっちの端っこ両端がお気に入りなので、スタジオからちょうどガラスの扉なので、ここにいると見えるので可愛いなーなんて癒されながら仕事をしています。じゃあこっち、もともとはここゲスト用のベッドルームのはずだったんですが、
ちょっと上のベッドルームが寒すぎるということでヨハンさん下に引っ越してきました。でも一応ゲストベッドルームとしても機能させたいのでベッドがこちらに置かれています。家族とかね、友達とかが遊びに来た時はこの部屋で寝てもらうことが多いかな。ちなみにこの家で唯一この床が黒いのはこの部屋です。すごいシックな感じで仕事部屋としてすごいマッチしてるなって私は思います。じゃあ次はキッチン行きたいと思います。最近なんか買い物をしてすごく雰囲気がガラッと変わってすごくお気に入りの場所になったところで、こんな感じですごい大きいダイニングテーブルがあります。で、キッチンがこんな感じかな。使い心地はすごくいいです。前のアパートメントツアーの時のキッチンよりすごく大きくなっているので、いろんなとこで作業ができるし、一応開けてみる？なんか全然大したことないんですが、お皿系とかで、ここがねゴミ箱ね。スウェーデンのゴミ箱ってうちはゴミ箱多分1個ここしか多分ないんですけど、生ゴミと可燃ゴミを別々に取りに来るので、そんな感じでゴミの分別をしています。でこれさっき食洗機洗ったばっかりなんですが、サイズ感的には、そんなには大きくないですね。小さめの食洗機になっています。収納もねかさつなとこがバレるんですが、ポイントとしては私たちは犬を飼っているので、犬が食べてはいけないものは必ずこの中に入れてますね。チョコレートとか骨とかも犬が絶対手が届かない場所に置いて必ず閉めるようにしています。もともとあったキッチンの収納を全部開けてみたらこんな感じ。上には3つのキャビネット、下には大小それぞれ14つの収納があって、料理で使う調理器具から調味料まで多くを収納できるのでとても便利です。はい、これゆっくり閉まるからお気に入りです。こうしてもゆっくりさっと閉まるのが私のお気に入りです。この目の前のお部屋行きたいと思います。ここにトイレって書いてあるのでトイレです。すごく一般的なトイレ洗面台、鏡があって洗濯機と乾燥機。ここは本当はシェルフを自分たちで作りたくて、タオルとかねここら辺に収納できたら、ここら辺もデッドスペースだからね、なんかいい感じにできないかなみたいな今計画しています。水場のリノベーションはいろいろ難しい部分もありますが、このバスルームもいつか大改造したいお部屋の一つになっています。これ前のオーナーさんが置いていってくれた棚っていう感じで収納ができるので助かっています。電気が無理やりちょっとこれ使ってたり、ヨハンがすごい背が高いのでね、こういうぶら下がってる系はできるだけ高いところに置きたいっていうことで、とりあえず今そこに置いてて、ここもね電気置けるのでなんかいいかもなみたいな。次このドア開けたいんですけど、これはヨハンさんにお願いしたいと思います。So, my turn, huh? I guess we will start. You guys will stay here. In this middle room here, because this room here we're not really using for anything else except for storage. So it's just kind of the barrier between the house and the garage out here. So this is the garage. I don't think that any of you have seen it before. And I know that not the previous owners, but the owners before that were spray paint artists. So there's spray paint absolutely everywhere, both on the floor, but also on the walls. I have a lot of plans for this garage. I want to have a workshop here to be able to do some DIY stuff, maybe build some instruments, I hope, build guitars. Second thing I want to do is use this middle beam here to put up some kind of partition so I can separate the part of the garage that is for the car and the part of the garage that is for the workshop. And speaking of cars, here's our old car, which is not road legal right now, so it's just standing in here taking space. Should we go upstairs? So let's move on to upstairs.
where some stuff has changed since you last saw it. So I think the main difference is this table and the sofa. When we got the big table for the kitchen downstairs, we moved the old table up here together with the old chairs. And when we got the sofa for downstairs from the IKEA video, we moved our old sofa up here too. So this is kind of a hangout spot now. When my parents came here, as you saw in our moving in video, they brought a lot of my old stuff from when I was a kid and when I was a teenager. One thing that made me kind of nostalgic with what they brought was that they brought my old Dragon Ball manga, which was kind of when I was a kid, maybe like 8, 9 years old. I was really into Dragon Ball. That's when I first was in contact with Japanese culture or Japanese art of any kind. And now I'm actually rereading it for the first time in over 20 years probably. Okay, right, we have this area too. And in here they have left a pair of headphones in there. So yeah, it's just a loft. Next thing is the bedroom. So there's not much in here that has changed, I think. We have put in our bed, which you probably have seen from previous videos. It's a decent bedroom, I think. It's nice. It's kind of good too. We get morning sun through this window, but it's never too bad because trees out here kind of blocks a lot of the light too. We have talked about furnishing this area with something like a second bureau like this over here and maybe a smaller and longer bureau. So we're on the hunt for furniture that works for in here. Right, one thing I didn't talk about in this room is we want to put a light in the roof. There is a space for hanging a light there, but we can't get up there. It's way too high. It's like 4.3 meters tall to get there. So we need a big step ladder, like the triangle sort of step ladder. Because this room, like it is right now, is quite dark because it has no windows. I've seen some of our neighbors that have similar houses to these have cut in windows in here. But it's not something that we are interested in, I think, because we want to put solar panels on the roof, which hopefully is something that's coming up in the future. Next up, we'll do the upstairs bathroom. So again, this bathroom is kind of small because of the slanted roof. And this is also where we have our shower, which is in here, which is not a priority, but we want to change it because the shower head is quite low for me. And also this partition here doesn't really block the water, so it's always water coming out here. So I would like to change it to have some kind of more box-like construction. Maybe put in a bathtub, how do I say? Could be nice. In here we have the old sauna room, which right now is just storage for some clothes, or a lot of Natsuko's clothes. ここも早くどうにかしなきゃいけないお部屋の一つ。皆さんだったら何部屋に改造しますか？ぜひコメント欄で教えてください。The last room in the house that we haven't checked yet is the second guest room, the previous owner's kids' bedroom. I have my music stuff in here right now, my guitars and basses, amplifiers, bass and guitar. But I think this room is probably the next big project in this house. For sure I want to change all of the wallpapers, but then I think I also want to take down all of these shelves they have built here to get a little bit of more extra room. How are the dogs allowed? On the bed? Yeah, they're allowed on the beds. We're not so strict. Is there anywhere that dogs can't go? Garage. Don't want them in the garage because there's a lot of sharp tools and they could hurt themselves.
But otherwise, the dogs can be anywhere in the house. Isn't that right, Brian? Aren't you lucky? And then we also have the outside house. ドローンで撮影した映像なんですが、ドライブウェイのすぐ横に小さな小屋が建っているの見えますか？もしかしたら今まで話したことなかったんですが、4畳ほどのゲストハウスも家を買った時についてきました。そしてこちらが家の後ろ側になるんですが、こちら側にはドッグヤードとその横には物置部屋がついています。Do you wanna pee? Yeah? Come on then. 前の家動画でもお伝えしたんですが、この金網が全部四方ちゃんとついているので、犬が逃げられないようになっていて、これが私たちの家の一番のお気に入りです。ということで、ブライアンも一緒についてきてくれたルームツアーいかがでしたか？4ヶ月住んでみて、私たちも愛犬もみんなが大好きな家になってきてるっていう実感はあるんですが、こうやって改めてお部屋ごとに紹介すると、まだまだリノベしたいところや修理したいところ、家具が必要って思う場面ばかりで、今回動画を作りながらすごくいい気づきになりました。皆さんからもこういうリノベーションがいいというアイデアや、ここをこうした方がいいよっていうアドバイスなんかもどんどんお待ちしております。ぜひこれからのアップデートもチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた来週もお会いしましょう。ヘイドー。